こんにちは、今日は誰が興味あるねんっていう内容なんですけども、私が中学時代に買った雑誌が出てきましたのでご紹介したいと思います。アニメージュ1981年2月号になります。アニメージュっていうのはアニメ雑誌の中では一番の老舗で、多分今でも発売されてると思うんですけども、当時はまだこのアニメについて深く考察するっていうような媒体がほぼなくて、本当に貴重な情報源として買ってたような気がします。表紙はですね、ガンダムのアムロ・レイの子供時代の家族との肖像みたいな、そういうイラストを安彦義和さん描いてらして、それが表紙になってます。ちょうど時期的にはこのテレビの機動戦士ガンダムの人気が再放送で盛り上がって、ついに映画化が決定、これからいよいよ劇場版3部作が作られるという、そういう頃だったと思います。では、早速中を見てみましょう。で、いきなり関東がですね、堀井光子さんのモノクロ写真集という渋い始まりになっています。アニソンの女王として今でも君臨されている堀井光子さんですけども、当時は本当にアイドル的な存在でしたね。可愛いし歌うまいし、アニメだけじゃなく特撮の曲もよく歌われてましたし、本人も出演されてたりしましたね。次が付録みたいな感じですごろくになってまして、新年号的な感じなんでしょうね。で、アニメーターさんとか漫画家さんとかのイラストと、新年の挨拶的なものが書かれてます。そしてその裏がこの当時の人気の声優さんたち、歌い手さんたちの写真とサインと年始の挨拶的なものが並んでおります。本当にもう池田雅子さん、杉山和子さんとか、池田修一さん、あとは浅上陽子さんとか富山圭さん、懐かしいですね。他にも本当豪華な人たちがもう揃ってますね。で、次のページからが本編って言いますか、80年、81年アニメ白書っていう感じで、総括と展望という内容になっています。で、トップの記事がもうガンダムとヤマトっていう本当に当時のアニメを牽引していた2大タイトルになっています。で、ガンダムの方は漫画家の竹宮恵子さんがその魅力を解説していたりします。次のページ、この劇場用アニメの話題としては、オムニバス形式という言葉がまだ珍しかった頑張れ田淵くん。ドラえもんののび太の恐竜、これ最初の映画化が大ヒット。あとは明日のジョーが映画化されて再ブームに。そしてこのルパン三世カリオストロの城が映画賞を受賞。ジャリンコ知恵が映画化決定などです。カリオストロの城は79年の公開当時はあんまり話題にならなかったんですよね。翌年テレビで放送されてから注目されました。で、80年秋、テレビシリーズルパン三世3年間続いたセカンドシリーズがついに最終回ということで、これも宮崎駿さんの演出でした。あとはもういろんな切り口でこの当時のアニメの業界の、話題を載せてるんですけども、この、80年に流行った流行語ということで、君は生き延びることができるかとか、泥棒はまだできないけどきっと覚えますみたいなこのセリフ、これ今でもこれアニメファンみんな知ってるんじゃないかなっていうのは、そういう意味でちょっと面白いなと思います。次のページはちょっと作り手側のマニアックな内容になってまして、大御所対第3世代座談会ということで、大塚康夫さんという当時の重鎮というか、日本アニメ界の創世期を支えてこられた作家さんで、私たちにはルパン三世の生みの親みたいな感じなんですけども、その方と当時若手で人気の作家の方々が対談してるっていう、そういう感じの内容になってます。大塚さんは宮崎駿さんとか高畑勲さんの先輩であり、師匠的な存在でもありましたし、私ちょっと知らなかったんですけども、今年の3月に他界されていまして、本当に、ご冥福をお祈りしたいと思います。ここからいよいよ、ガンダムの初の映画化に関する記事になっています。映画用主題歌完成数というこの昭和的なタイトルいいですね。砂の十字架、谷村新司作詞作曲。で、歌手が屋敷隆人さんということで、この子本当に誰も知らなくて、歌うまいけど誰なんやっていう感じでしたね。富野監督いい表情してますね。やっぱ好きやねんがヒットするだいぶ前の話ですし、その後も関西ローカルのバラエティ番組で大活躍されることになるとは誰も思ってなかった時期ですね。
で、こちらのページが、1979年の夏に公開されて、本当に大ヒットした、銀河鉄道999の、続編を報じるページとなっています。まあ私も999は大好きでしたけどね。たださよならはもういらなかったかなと思いますけどね。ここからがジャリンコ知恵映画化の話題になります。全然覚えてなかったんですけども、同時上映がフリテン君だったんですね。ジャリンコ知恵は高畑勲監督の作品です。映画に関しては声の出演が関西のお笑い芸人さんで完璧に固められてて、そこも特徴的でした。ちょうど漫才ブームのあった後ぐらいですね。その後テレビシリーズにもなってますが、最近あまりテレビで再放送もやりませんね。コンプライアンス的に合わないのかもしれませんけど、昭和の下町のたくましい子供のお話をまたあえて令和にもやってほしいですね。こちらは伝統の東映漫画祭り枠の映画の話題ですね。ここからはテレビの新番組紹介ですかね。名作劇場枠の不思議の島のフローネ。ララーの半恵子さんが主題歌を歌ってましたね。タイトルが南の虹のルーシーとよくごちゃになって間違えるんですよね。こちらは最強ロボ大王者という日本サンライズのライトな路線のロボットアニメです。水戸黄門を素材にしてて結構面白かったです。主題歌も印象的でした。一方左はタイムボカンシリーズやっと出たマンということで、タツノコプロの安定したギャグ路線が続いておりました。この百獣王ゴライオンっていうのは全く見てなかったですね。合体ロボットアニメみたいです。こちらのおはようスパンクはよく見てましたね。高梨静江さんの人気少女漫画のアニメ化です。この名犬ジョリーは NHK のアニメ枠でしたね。この左の、声優さんたちのアルバムの広告もちょっと興味深いですね。ここからはアニメのテレビガイドみたいな感じです。それぞれの番組の1ヶ月分のタイトルやあらすじが紹介されています。それにしても本当にこの頃すごいんですよね。もうゴールデンタイム毎日各曜日にたくさんのアニメが放送されていました。今では考えられないですよね。もう子供たちはもうみんなもうずっとテレビにかじりついてましたね。まだオタクっていう言葉もありませんでしたけども、ファミコンもないですし、ホームビデオもまだ普及してないですし、とりあえずみんなテレビ見てましたね。こちらのページはこの頃他界されたアニメ演出家の長浜忠夫さんの特集となっています。作品を小回りして手法が解説されています。巨人の星やど根性ガエル、その他たくさんのアニメ作品に関われていたそうです。さて、こちらはこの号の一番の目玉企画だと思うんですが、君はどの生き方を選ぶかと題して、様々な作品の主要キャラクターを男女性格別にグループ分けして評価、最終的にタイプ別に相性診断までしてしまうというアニメ雑誌らしい夢のある企画となっております。例えば男性エンジョイ型にはルパン三世、スレッガーロー、ジムシーが入ってますし、放浪型にはカムイやハーロック、矢吹ジョー、女性の自立型はエメラルダス、オスカル、マチルダ、白木陽子、キシリアザビ、モンスリー、緑川蘭子など分かりやすい面々にそうかなみたいな感じ。強引な面もありますが、分析すれば作品は違いど似たキャラというのはいますよね。例えばムーミンのスナフキンとルパンの五右衛門が一緒にいたら完全にキャラかぶりですよね。仲良くはなりそうですけど。メーテルと超夫人、声まで一緒です。古代進むとブライトですか。立場的には似てるところもありますが、やっぱりブライトはより人間臭いなとか考えさせられますね。カムランが話題になってますね。相性診断のページもたくさんありました。こちらは読者の投稿ページになります。こちらは新春声優大放談会ということで、当時の人気声優4人が座談会を繰り広げてるんですけども、井上和彦さん、神谷明さん、戸田恵子さん、三谷裕二さんという面々、今でも活躍されてますね。特に戸田恵子さんとかも普通に女優さんですからね。この頃アニメのアンパンマンとかなかったですし、マチルダの戸田さんという感じでしたけども、綺麗な方だなという印象でした。神谷明さんとかこの頃すでにもう生きるアニメ師って言われてましたけどね、今も大活躍中です。
こちらは矢吹条約青井照彦さんの特集です。ルパン三世の後番組が明日のジョー2でしたからね。あとは細かい話題ですが、三谷裕二のカレンダーが出た。浅上陽子のカレンダーが完成。この時期でいいのかな、カレンダーの話題。この辺はザクッと飛ばしていきますね。巻末の星占いコーナーはララーの半恵子さんが担当されていました。シャアとララーの相性占いなども書いてあります。狂蘭という名前で占い師としても活動されていたんですね。いかがだったでしょうか。こんな内容で最後までお付き合いいただきまして本当に感謝いたします。もしこんなんでもいいんじゃないの、懐かしかったよという方がいらっしゃったら、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。大変な励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。